皆さんこんにちは。私は今ロンドンといえばのランドマークビッグベンの前にいます。で、なぜここにいるかというと、今日はとってもお天気が良くって、せっかくだからテムズ川沿いをボートで移動しながら観光する方法や、また川沿いをお散歩しながら川から見える観光名所っていうのを紹介していきたいと思います。で、今見えてるこちらが私が今回紹介したいウーバーボートでして、基本的に屋根がついてる席なんですけど、後ろの方だけ屋根がなくって開放的になってるので、これからの季節本当におすすめなんです。ロンドンで移動するとなると、2階建ての赤いバスや中部地下鉄を思い浮かべる方が多いと思います。でもなんと船もあるんです。とは言っても船なので川に沿ったルートでしか移動はできないんですけど、ウーバーボートではこのウエストゾーン、セントラルゾーン、イーストゾーンの3つのエリアに分かれてます。で、ロンドンの主要な観光名所はこのセントラルゾーンにほぼ全部集まってます。このセントラルゾーンの境目は、西はバターシーパワーステーションっていう昔発電所だったけど、今はショッピングモールなどが建ってどんどん開発されているエリア。東は金融系のオフィスやタワーマンションがたくさん建っているカナリーワーフが端となってます。また観光という面では、東のイーストゾーンにもグリニッジ天文台があるグリニッジの駅もあります。そしてチケットに関しては、バスやチューブと同じようにコンタクトレスカードやオイスターカードでタッチで入ることができます。もしお持ちでない方はオンラインやテムズクリッパーチケットアプリっていうものか、ウーバーのアプリからも買うことができます。ちなみにウーバーのアプリではまずボートを選択で、チケットの購入に進むと出発点をまず選択して、その後行き先も選択します。で、シングルリターンなどを選んだら買えます。チケットの料金に関しては、まず最初にお話ししていたイースト、セントラル、ウエストのどのゾーンを移動するか、また支払い方法が船着き場の券売所で買うかそうではないか、またトラベルカードを持っているか持ってないかなどで変わります。例えば主要なセントラルのエリアだけコンタクトレスカードで移動する方は片道9ポンド、またセントラルからイーストにあるグリニッジまで移動したいっていう方は片道 10.25 ポンドになります。時刻表はこのウーバーボートの公式サイトからも見ることができて、ルートにもよるんですけど、だいたい 2,30 分に1本ぐらい走ってるようなイメージです。このボートは通勤でも使われる方がいらっしゃるので、平日か休日かによって止まる駅も変わってくるのでご注意ください。はい、では早速ビッグベンの向かいにあるウェストミンスターピアからロンドンブリッジあたりまでテムズ川の北側沿いを歩いていこうと思います。割高にはなりますが、ボートの駅にも券売所はあります。ウーバーボートだけではなくって、観光用のオーディオガイドがついたボートのツアーもあって、そういうツアーはああいう風にルーフトップになってるので、こちらもおすすめです。で、ボートの駅はチューブの赤い丸とは違って青い丸が目印になっていて、この船着き場から東方面行きも西方面行きも両方向のボートが出ることになります。乗る直前にはこういう機械にタッチしましょう。今見えているのはロンドンの有名なランドマーク、ロンドンアイ。この透明なゴンドラには一気に25人ぐらい乗ることができて、景色もいいのでおすすめです。で、今ちょうど撮ってるのが4月半ばぐらいなんですけど、この時期はここの庭園のお花、チューリップが本当にとっても綺麗なので、写真スポットとして訪れてみるのもいいかと思います。で、お次のエンバンクメントピアに到着です。さっきのウエストミンスターピアからも歩いて10分ぐらいなので、ボートだと多分一瞬で着いちゃうかもしれません。そして進行方向に見えているこの橋はウォータールーブリッジといって、1815年のウォータールーの戦いでのイギリスの勝利を記念するものらしいです。テムズ川沿いを歩いているとたくさん船着き場が見えてくるんですが、今見えてるこのフェスティバルピアっていうものやテンプルピアっていうものはウーバーボートは止まることがなくって、
クルーズ船だったりレンタルボートの船着き場として利用されているのでご注意ください。この辺でちょっと後ろを振り返ってみると、手前にはロンドンバスが走っていて、その奥にはロンドンアイ、そのさらに奥にはビッグベンまで見えます。この辺まで来るとシティ方面が近づいてくるので、どんどん近代的な建物が見えてきます。今見えているのがブラックフライヤーズブリッジで、これのすぐそばにオーバーグラウンドの駅のブラックフライヤーズ駅が川の上にあります。さっきのブラックフライヤーズの鉄道駅をちょっと東に越えるとブラックフライヤーズピアにたどり着きます。川の向かいに見えているのがテートモダンっていう現代アートを中心に扱っている無料の美術館です。館内とっても広いので回りやすくって、また期間限定のエキシビジョンもいくつかあるみたいなので、美術がお好きな方はぜひ調べてみてね。そしてこちらがハリーポッターと謎のプリンスの冒頭シーンに登場していたミレニアムブリッジです。歩行者専用のおしゃれな吊り橋みたいな感じで、テートモダンからセントポール大聖堂までをつないでくれています。セントポール大聖堂は私も実はまだ中に入ったことがないので、いつか絶対に行きたいです。引き続き歩きます。で、川の向こうに見えているのがバンクサイドっていうピアで、これはテートモダンに行かれる方だったり、この先にあるロンドンブリッジ駅の近くのバラマーケットに行かれる方はご利用されるといいんじゃないかと思います。で、ここには1921年に建造された立派なアーチ型の橋、サザーク橋がかかってます。今日20度ぐらい気温があるので、この川の向こうのパブでもきっとみんなテラスで飲んでるんでしょうね。右手に見えてるキャノンストリート鉄道橋を越えて進んでいくと、オフィスやレストランが中に入っている高層ビルザ・シャードが見えてきました。ちょっとお高めだけど展望台もあります。そしてロンドンバーシーをチーターのロンドン橋です。ロンドン橋はロンドンの金融街バンク方面からさっきのザ・シャードのあたりまでをつないでる橋です。奥に見えているのが有名なランドマークタワーブリッジと、その手前にある軍艦です。この HMS ベルファストっていうのはイギリス海軍の巡洋艦だったんですが、退役後は博物館としてここのテムズ川に停泊してます。軍艦の中は25ポンドぐらいで入ることができて、船が好きな方はおすすめです。そしてタワーブリッジは背の高い船が通るときはこういう風に上がるんです。毎日上がるわけではないので、公式サイトで上がる日時が公開されているので、興味ある方は見てみてください。そしてテムズ川の北側タワーブリッジのすぐそばに昔監獄として使われていたタワーオブロンドンもあります。今見えているのがロンドンブリッジピアですが、この先タワーブリッジの下もくぐってさらに東に行くとグリニッジに行くことができます。グリニッジは何度か行ったことがあってすごくおすすめのスポットです。まず大きな公園があって、その小高い丘を登っていくとグリニッジ天文台にたどり着きます。本所4号線をまたぐこともできます。船着き場のすぐ近くにあるグリニッジ大学もとっても綺麗でお散歩に最適です。で、またロンドン橋の上に戻ってきて後ろを振り向くとロンドンの金融街が見えて、その中のスカイガーデンという展望台がすごくおすすめです。ビルの最上階が植物園みたいな展望デッキになっていて、そしてなんと入場無料なんです。なので個人的にはザ・シャードの展望台よりこっちのスカイガーデンがおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。これから暖かくなるのでぜひロンドン観光で使ってみてね。